こんにちは、ギタリストの丸山達也です。普段はですね、フィンガースタイルギター、いわゆるソロギターっていうものを、軸にして、楽曲を作ったりライブをしたりして、いるギタリストでございます。で今回ですね、ヘッドウェイギターズさんから僕の監修させていただいたモデル、HOC ノースバードという、ギターが、発売されます。どのような点をこだわっているかというのをちょっとご紹介させていただければと思います。まずギターの見た目に関していろいろ指定させていただいたんですけど、なんか思ったよりも自分の思い通りに仕上がってくれたというか、できた時にその感動がありましたね。すごく自分の考えてたギターがこういう形になるんだっていう、そこが素直にアウトプットしていただいたので、すごく嬉しいなと思って、手にさせていただきました。全体を通して、僕が考えていたのが、シンプルながらもうちょっと遊び心があって、でかっこいいみたいな、シンプルだけどちょっと違うよねみたいなところがポイントになってるんですけど、全体的にはパッと見、割とスタイリッシュな見た目なんですけど、このヘッドのところに北海道のシマエナガの、インレイが入っていたり、これはディバイザーさんに提案いただいて、で僕も北海道出身なのでいいねということで入れさせていただいたんですけど、でしかも例えばヘッドウェイのロゴも今回筆記体にしていただいたりとか、あとペグをグローバーのゴールドのペグにしていただいたりとかで、ここに合わせてですね、ストラップピンが金色になってたりとか、そのゴールドパーツで揃えてみたりとか、そういう一見シンプルなんですけど結構こだわりが詰まった感じになったんじゃないかなと思ってます。ギターのコンセプトとか、ギターのルックスに、合うラベルがいいなっていうので考えてたのと、確かディバイザーさんからちょっと形状、ラベルの形状オリジナルだといいねっていう話をいただいてて、で僕もちょっといろいろギターのラベルを実際に見てみて、であんまり普段使われてなさそうなちょっと形にしたりとか、あとは純粋に僕がデザインとして、文字組みとかそういうのが好きなので、その辺ちょっとこだわって、ラベルを制作させていただいたという感じになっております。このサウンドホールの周りのこのロゼッタもすごく、僕の好みがこれっていうのが、こういうロゼッタが好みっていうのがあるんですけど、なんでこれがこういうデザインが好きなのかっていうと、サウンドホールの周りのこのロゼッタって、人間のアイシャドウ的な役割があってて、要はこのサウンドホールの周りがちょっと例えば線が太かったりゴージャスであればあるほど、そのサウンドホールが映えるというか、でそれが例えば木とこういう貝の組み合わせで表現してあげると、ちょっとそのゴージャスさというか、いい音鳴ってくれそうだなみたいな、見た目になるんじゃないかなって予想して、こういう指定をさせていただきました。このボディシェイプ、選んだ理由っていうのは、何よりももうすごく抱えやすいし、でかつカッターウェイもあるので、ハイポジション弾く時もすごく弾きやすいっていう、まず大きくこの2点があるかなと思います。僕の体がそんなに大きくないっていうのもあって、あとはやっぱ抱えやすさっていうと、小ぶりすぎてもダメだし、大きすぎても肘上がっちゃってちょっと弾きにくいしっていうところで、このギター、この HOC っていうシェイプを持った時にすごく体にフィットするなと思って、そういうので選んだという感じになりますね。これが結構びっくりすることに、なんとなく想像していたサウンドにかなり近い仕上がりになっていて、で今回例えばトップで言うと、このイングルマンスプルーストップで、僕が普段使ってるギターはシトカスプルースの材が多いんですけど、キャラクターとしては全然違っていてですね、要はイングルマンスプルースの方が柔らかくて、なんていうかボンと広がって前に行くっていうよりも、まとまって塊がドカっていくイメージなんですよね、僕の中では。でそれがすごくソロギターと相性がいいなと思っていて、
で実際すでにレコーディングでも1曲使用してるんですけど、非常にマイク乗りがいいサウンドになってるんじゃないかなと思いました。で、あと、サイドバックでいうとそのフレームマホガニーっていう、ここももともと見た目を他のギターでそのフレームマホガニー使われてるのを見て、なんか見た目がシンプルにかっこいいなと。例えばインスタグラムとか YouTube で使う時も、なんかちょっとこうアクセントになってくれるんじゃないかなっていうのがあって、選んだという材なんですけど、これもなんか仕上がり実際このギターができた時に見て、すごく綺麗だなと思って、もうちょっとこう裏面ちゃんと映るか分かんないんですけど、すごく木目が、綺麗なギターになってるんじゃないかなと思います。ペグに関してなんですけど、グローバー製のペグということで、僕ももともと持ってたギター何本かグローバー製のものが、あるっていうのもあって、すごく馴染みあるペグなんですけど、非常にスムーズなのでチューニングもしやすくて、個人的にはすごく気に入って使ってます。まず低めの前後設定にしたってことなんですけど、実際低めといってもすごくベタベタに低いってわけじゃなくて、その低くてもしっかり音が鳴る、そういう絶妙なセッティングになってると思います。で、なぜそういうちょっと低めの設定にしたのかっていうと、やっぱりまず何といっても弾きやすさ、この初めてバッて触って、そこで、楽しく弾けるかどうかっていうのがまず1個あります。で、あとは単純にこう、自分の、僕自身の曲とかで、割とこうなんていうんですかね、こう速いフレーズとかを弾くときに、やっぱりどうしても高い原稿だとどうしてもこう疲れちゃうというか、そういう曲をずっと弾いてるとこうだんだん手が疲れてくるので、疲れないようになってるっていうのも、いうのもあると、考えています。で、あとは、例えば僕がよく使うタッピングハーモニックスっていう奏法があるんですけど、これはもう本当に結構原稿によってもう鳴る鳴らないっていうのがもうだいぶ変わってくる奏法なんですね。で、やっぱりある程度低くしないと鳴らないっていうところでちょっと低めにしてます。で、実際ちょっと今そのタッピングハーモニックスっていうのをやってみようと思うんですけれども、このギターで、ちょっと今コード、例えば E のコードを押さえてタッピングハーモニックスを12フレットと19フレット2つでちょっと鳴らしてみようと、思います。こういう感じなんですが、すごくちゃんとポンと音が出るセッティングになっていると思います。これが結構原稿高い状態だとなかなかこのハーモニックスの音が出ずに、なんか弦を叩いただけの音になってしまうっていうのが、あるわけなんですね。なのでこのセッティングだとすごく弾きやすいんじゃないかなと、思ってます。最初ピックアップ、入れるという想定で、やっぱり外そうということになったんですけど、僕の思いとしてはこう皆さん好きなピックアップをこのギターにカスタムしてほしいなっていうのを思ってまして、やっぱり例えばフィンガースタイルギターやられる方だとどんどんいい音、いいサウンドを求めたくなっちゃうと思うんですよね。実際僕もそうで、なので、ここで最初にピックアップを取り付けるというよりかは皆さん好きなピックアップを選んでいただいて、でギターに乗せてあげるっていう方がなんとなく親切かなという個人的な思いのもとにそういった仕様にさせていただきました。このギター自体すごくソロギターとか、フィンガースタイルギターっていうものに相性がいいギターだと思うんですけど、それ以外にも当然オールラウンドに使ってもらえるギターになってるんじゃないかなと思います。で、そんなにその価格が高くないながらもですね、すごく高級感があって、でしかもちゃんと今後育っていくんだろうなっていう、そういうのを予感させてくれるギターになってるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ実際手に取ってもらって実際弾いていただいて、いいと思ったら長く弾いてあげて、で育ててみてほしいなと思っております。